こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は運に陰りが見えてきたかなという感じで地図22枚目の半ばまで進んだところまでです。ついに100話目になっちゃったんだけど、ここまで来たわね。こんなにも長く続けられたのは、様々な形で応援、支援していただいた視聴者の方々と、すんばらしく鬼畜な実績を実装してくれたマイクラ開発者の方々のおかげです。改めてお礼申し上げます。時々動画を投稿し始めたばかりの頃を思い出しますが、初めてついたコメントがウポツで、それに感動した覚えがあります。まさかこんなにもウポツをいただけるようになるとは思ってもみませんでした。初志貫徹で今後も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、相変わらずのグダグダ進行だけどね。これでもプレイ時間の9割はカットしてるんですけどね。さて、前回までのバイオームは発見済が49種類、未発見が8種類で、冒険の時間に関わりあるのは残すところメサの3種類だけです。地図の方はここまで広げてますが、メサが1箇所も見つからない状態、通称メサゼロが続いています。メサゼロで有効語対象狙ってるの？さて、ちょっと時間かけて手持ちの地図を整理しました。もはや手持ちの地図がどれだかさっぱり状態だったので、試しにラバと自分のインベントリの枠を使って並べてみたのですが、これならわかりやすいですね。でもこの方法だと地図30枚目くらいが限界になるわよ。さすがにそれまでにはメサが見つかるはずです。さてでは張り切って地図を埋めていきます。うわ、食事中の人は見てはいけない地形がありました。ただの自然生成された地形だしギリギリセーフかしら。さて西側の南半分までは埋まりましたが、ここまでは森ばかりですね。西側エリアの後半戦に期待を託します。湿地バイオームに広めな湖があり、そこを通って地図を埋めているところなのですが事件が起きました。あれ？ラバは乗馬中でも溺れてダメージ受けるのか。やばい、なかなか前進してくれない。あれ？以前は3ブロックの深さでしばらく進んでもダメージ受けなかったと思うけど。どうも以前は、ロバの酸素ゲージがギリギリ尽きる前に2ブロックの深さに戻っていたようです。騎乗中もしっかり溺れるんですね。気をつけないと。前に川の底の洞窟でロバが溺れた時、騎乗して息継ぎになるかと試してたけど、あれどうやら無駄だったようね。うわっぷ。まあよくあることです。まあこの手の池は深くないので全く何も問題ありません。確かに死なないという観点からは問題ないわね。明らかなミスだけど。なんかあれ面白い。卵型のお化けが獲物を食べようとしたらあんな感じになりそうです。こっちもシューティングゲームに出てきそうな感じです。地図の北西の端に到着しましたが、北の方に少し海が残ってしまってますね。船出しましょうか。さてざっくり海を埋めてきました。狭い海なのでラバで渡ってしまい、最後に埋め残しの場所を通って久しぶりに拠点に戻ります。特にトラブルもなく無事に海を渡りきりました。さてお次は東の大陸への航海ですが、こちらも特にトラブルはなかったです。距離のある海を渡るのはだいぶ慣れてきたようね。ラバを見ながら渡るようにしてからは、リードが切れたりしたことないです。これはトラブルのうちに入りません。さて22枚目の地図もあと少しというところまで来ました。こういう川底が微妙に深めなところをラバを渡らせるのはまだちょっと怖いです。微妙な深さね。
浅いか十分に深いのであれば大丈夫なのだろうけど。さて、ようやく22枚目の地図も、これで調査完了です。22枚目まで結局メサゼロね。この辺りまででメサが見つかる予感があったんですが、おかしいな。まあとにかく一旦拠点に戻ります。23枚目の地図からは、持ち運ぶ地図を入れ替えないといけませんからね。おお、ビーコンの光が見えてきた。拠点はもう間もなくです。懐かしい。確か最後に拠点に来たのは猫を連れてきた時だったと思います。ということは、まだ地図は12枚しか調べてなかった頃ね。うおー、葉っぱが邪魔で抜けられない。ここの拠点は微妙に段差があるせいで、乗馬してるとやたら入りづらいんですよ。ようやく拠点に到着です。全員そっぽ向いて大歓迎してるわよ。犬や猫たちが元気そうで何よりです。さて、蓄積してきたレアアイテムや記念品の整理がほぼ終わりました。これだけならグトコレクター気分が味わえていい感じです。さて続いて22枚の地図を並べてみました。1枚目の地図はインベントリにあります。考えなければいけないのはこの地図の中でどれを持っていくかです。位置調整用の地図を作成するための地図と、いざという時に拠点に帰れるルート上の地図が必要ですが、なるべく少ない枚数にした方がインベントリが節約できます。とりあえず、星の1の5枚を持っていけば足りるかな。これだけ持っていけば33枚目の地図まで作れますし、33枚まで調べるまでにさすがにメサは見つかるでしょう。さすがに33枚も調べればメサは見つかりそうよね。プレイヤーがテリーというのが唯一の気がかりだけど。さてそれでは冒険の時間に復帰しますね。また拠点はしばらくのお別れです。死んだらすぐ戻ってくるけどね。まずは1枚目の地図の北東の端まで来ました。ここで9枚目の地図に持ち替えです。次の位置調整用の地図の作成ポイントは、9枚目の地図の南西の端です。さて森を嫌がってやや迂回してますが、位置調整用の地図の作成ポイントまであと少しです。ここで事件が起きました。ちょっと嫌な感じに生えてる木を迂回したところなのですが、水に沈んだラバが、浮かんでこないです。なんでよりにもよってこんなところに川底洞窟が。うわーやっちゃったわね。これはまずい。前にロバが溺れた時とは違い、水中に空気溜まりがないです。とりあえず段差を利用してサトウキビ植えて応急処置です。と思ったらラバが思うように動いてくれない。自分が死ぬ。前の反省はどこに行っちゃったのよ。前にロバを死なせてしまってから色々考えましたが、結論はやっぱり川底洞窟に落ちないことなんです。とっさに横穴を掘ってラバを避難させようにも、水中採掘がなければ掘りきれなさそうです。リードで引っ張ったらどうなの？もともと水流に流されるラバをリードで逆流させるのは無理だと思いますし、試そうにも失敗したらラバが死ぬので試したくないんです。なら、バケツで水を抜くとか。水中の作業で手際よくロバの頭周辺の水を汲み取るのは難しいです。今回の川底の地形ではサトウキビが設置可能な場所がややあったので、とっさに使ってみたのですが、さっき試してラバの足元に直置きすることができませんでした。ラバと重なった場所には設置できないのかもしれません。まあどの道、サトウキビ設置できてもラバに体の向きを変えられたら手詰まりなのですが。やっぱりテリーの引き連れる動物は死んでいく運命なのね。手持ちの地図を入れ替えたり、100は目を意識してたりで少し浮かれて油断してました。ラバにはかわいそうなことをしました。いいラバだったのに。今回はキリがいいのでここまでです。
次回は馬を探しつつ、23枚目の地図に突入します。それではまたね。バイバイ。